はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月前半のタロットリーディングをさせていただきます。星の補足説明もしますね。よろしくお願いします。はい、カペラノートのご予約本当にありがとうございました。PDF 待ってるよという方は11月の28日からの発売になりますので、少々お待ちください。そして予約しそびれたっていう方もですね、11月28日に少しだけ、わずかだけ入荷しますので、もし製本版が必要な方は、それも11月28日によかったらサイトをチェックしてみてください。お願いします。では、いきます。乙女座の皆さん。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まずワンドの10逆、ワンド7、ペンタクスクイーン、ワンドページ、ペンタクスのエース、そしてカップ5、そしてジャッジメント。気をつけることや対策が、ペンタクス4の逆とワンド5の逆と、オラクルはラバーズです。楽しそうですね、なんだかね。ご自身はもちろんいっぱいいっぱいですとか、もう楽しむ余裕ないですとか、いろいろあるかもしれませんが、なんだかんだ言って楽しそうっていうのが印象でした。ちょっと先に星の解説させていただきますが、この11月前半っていうのは非常にコミュニケーションとか友達とのやり取りとか、自分がちょっと移動したり好奇心豊かになったり SNS も活性したりっていうことで、非常に情報交換やコミュニケーションが豊かな時なんですね。そして11月1日がさそり座で起こる新月になります。でこの新月はその乙女座の皆さんにとっては、本当に先ほど言ったコミュニケーションとか自分のアイディアとかそういったやり取り関わりに対して何か願いを意図していただいたりとか決めていただくとすごくスムーズなので、動きやすくなるんじゃないかなと思います。カードで見るとですね、もう今もういっぱいいっぱいですみたいなちょっと休ませてくださいっていう形の方もいらっしゃるかもしれませんが、よかったと思いますよ。これまで本当にうまく頑張ってきたなって感じがします。もうここでワンドの5も出てるし、ワンドの7も出てるし、そしてやっとワンドの10で、はいもう無理です、これ以上は無理ですっていうことで手放していくのかなというふうに思うので、お疲れ様でしたっていう感じです。手放していいと思いますよ。要するに程よいところでやるっていうよりも、もうキワを超えちゃったみたいなね、自分のキャパを超えてやろうとしていたとか、やっぱ無理するとって少しぐらいだったら無理できますけど、無理した状態をずっと続けるのって無理ですからね。何かそれに気づかれたのか、もうこれ以上は自分が引き受けるのをやめようということで、すごくこれはなんか清々しい感じがしますよ。ドローンとした感じとかではなく、もうここまでやったんです、これ以上は無理です、分かりましたこれ以上は無理ですみたいな感じなので、すごく爽やかに手放せるっていう感じがします。そしてここまで一生懸命やった経験を通して自分の中で得るものがたくさんあったって感じがするんですね。それこそがやったものだけが分かるなんか学びのね境地って感じがして、すごく努力したことや頑張ったことっていうのは本当に無駄にならないんだなっていうのがよく出てるっていう感じがします。そしてそれを踏まえて、これまでの経験を踏まえて、じゃあここからどうしようかって言った時に、今までのようにあまり無理しすぎたりスタートダッシュしすぎるとしんどいので、ちょっと慎重にいこうということで、慎重に無理ない形で周りをよく見ながらやっていこうっていう形がすごく出ています。でここから先ね、もうすぐにペンタクスエースっていうのもあるので、やっぱりこれでよかったみたいな、これで正解だったっていうような、何か自分が少し前とか昔にそうしたいなって思っていたことを実現できましたねみたいな感じがあり、実現したといってもあくまでもこれまだスタートで、やっとそこに携われたとか、やっとこれが手に入ったと、じゃあこれをどうやって生かしていこうかっていう、本当に今スタート地点に立ったっていうところなんですけど、でもそのスタート地点に立てたということ自体がもう素晴らしい成功という感じがして、おめでとうございますって感じがするんです。頑張った甲斐がありましたねっていう感じがします。あんまりなんかいいなって思うのは、
言ったらソードが一枚も出てないんですよね。ですごく乙女座の皆さんって頭のいい方が多くて、戦略考えたりコミュニケーションの気遣いしたり、こうぐるぐる頭で考えて行動できないっていうこともあると思うんですけど、今回は考えるよりも何よりも動いているっていう感じがすごくしていて、動いているがゆえに疲れているかもしれませんが、そのおかげで余計なこと考える余裕がないわっていう感じもあり、そして結果はちゃんとついてきてるって感じがするんですね。なのですごい皆さんもどうでしょうね。なんかやったぞみたいな成果とか感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。よかったらやりましたよっていう成果をコメントで教えていただけると嬉しいですが、でその後じゃあ新しくスタートしました、これでいきますってなった時で、もちろん少しだけね、なんかガクみたいな、ちょっと出花くじかれるとか、そうなんだみたいなことはありますが、でもそんなことは全く問題ではないという形で、また本当に自分がやりたかったこと、願ってたことができたじゃないかみたいな、よかったみたいな感じです。これは先ほど言ったちょっと前にやりたかったことのやっとスタート地点に立ったねっていうことではまたちょっと違うことにおいてです。だからもうダブルで何か昔に願ったことや思っていたことっていうのがもうダブルで叶ってるっていう感じがして、ものすごくやっぱり今乙女座の皆さんね、世界を応援されてますよね。自分の環境が喜ばしいものになるように宇宙は波動を上げてきてるって感じがします。なのでその波動に乗って、じゃあ自分もこうしようっていうふうにやってると、どんどんそれが現実化していく感じがしますね。気をつけることや対策として言われているのが、少しね、今まで築き上げてきた既存のやり方や貯めてきたお金っていうのはちょっと使うかもしれませんが、それはそれで仕方がないような感じもするし、自分がこれまで守ってきたやり方っていうものももうここでそのやり方で一旦ここで完成したわけだから、ここからはもう新しい形でやっていいですよっていう感じがします。ずっとそのやり方を引き続き維持しなければいけないわけではないっていう感じです。なぜならばオラクルがラバーズということで、新しいもうブランニューな感じなんですね。ここから新しい喜びがあるよね、新しい経験できますね、初めての経験についに突入できるんですねみたいな感じがあって、とってもワクワクする感じなんです。ピュアな感じなんです。なので過去を引き継いできたものをそのまま持っていくというよりは、ここから新しくしていいんだ、祝福されているんだということをまず思ってみてください。その上でいろんな判断をしてみてくださいね。それを踏まえた上でちょっとお仕事のことを目指してください。マジシャン、ソード6、ペンタクスのページということで、お仕事に関しては新しいものを取り入れていきたいっていう思いがありますが、何か一つはね、もし小さなことでも何か一つ新しくしようとか、これはこうしようって思うことは全然できますよ。全然できます。それなのかな。いや、それじゃないと思うよ。さっき出ていた全体像のところで出ていた新しいこと、もうブランニューなことっていうのは、もうちょっとなんかね、人が絡んでる感じがするんですね。人と通して何か始める新しいことっていう感じがして、この仕事で見た時の新しいことっていうのはなんか自分の中でやってる新しいことっていう感じがしたんです。なのでちょっと違うと思うんですね。自分の中で考えていたことや自分の今までの技術とか知識を使ってできること、だから自分一人で紡いでいける何かっていうものが始まろうとしているっていう感じです。コツコツと、例えばパソコンの中で何かやってできるとかね、今見た全体っていうのは社会を通して、人を通して新しいことが始まるって感じがしたので、ちょっと違うなって感じがしました。なので仕事っていうのでいくと、もし仕事で社会に全然属してますよとか絡んでますっていう方も、それはそれでいいとして、なんだか自分の中での役割を決めたいとか、自分の中で新しい仕事のやり方を始めたいんだっていうのが、強調されてるんだと思うんですね。いいと思いますよ。ちょっと時間がかかるかもしれませんが、グロースということでここから成長していく可能性があるよというふうに言われてます。ただそれどれだけ成長してるかとか、どれだけ進んでるかっていうのが自分一人なのでちょっと分かりにくいって感じがあるんですよね。でも始まりますよ。始まろうと思えば全然始まります。もう一つ人間関係に見させてください。で恋愛に関しては別途特化した動画を撮りますので少々お待ちくださいね。ちょっと全体を通した人間関係を見てみます。はい、忍者、ペンタクスキング、
ワンドの9ということで、人間関係はこの何かこう自分が頼りたい人とか、先輩だったりとか上司だったり親だったり、そういうなんかこう位がもう少し自分より高い人とか、そういった経験値の高い人からのサポートがあるっていう感じがします。なので自分が頼りたいんだ、頼っていきたいんだと、もう恩師に会いたいんだみたいなね、そんな感じでは会えるかなっていう感じもありますし、すごくサポートしてもらえる感じもあります。または逆の立場で自分が誰かをそんな風にサポートしてあげたい、まだ若い人だったり、若い人とかまだ始めたばかりの人とか、そういう人に自分の経験や知識っていうのを注いであげたいみたいな感じはありますね。ただ対等で関わってるって感じがしないんです。なんか上下関係とか師弟関係の中での関係性っていうのが非常になんか豊かだなっていう感じだけれども、友達付き合いとかわちゃーっていう関係性においてはそんなにはしゃいでないというか、全然そこまで求めていない感じがしますね。友達と飲みに行きたいんだみたいな感じはないって感じです。すごくこの友好関係とかコミュニケーションとか豊かな時だけれども、なんかそれをなんかやっぱり違うことに使いたいんでしょうね。友達との関係って言っても単に友達に何を求めるのかっていうのが今は何も求めてませんみたいな感じがあって、むしろこう師弟関係とかのその尊敬する人に報告に行きたいとか、何かを伝えてほしいとか伝えたいみたいな気持ちがすごく強いです。あとはもう自分の中でいろんなことっていうのは収めるので、他者に不必要にシェアする必要はないっていう感じがしますね。そんな感じかな。そして、ちょっと全体を通して最後にオラクルカード引かせてください。はい。これ前も出ましたっけ。このカードを見て何かしら思うことがあれば、ぜひ皆さん直感を通じてね、メッセージ受け取ってみてください。そしてどんなメッセージを受け取ったのかまたコメントで教えていただけると嬉しいんですけども、ニュービギニングって書いてますよね。なので何か新しいことが始まりそうなんです。とてもワクワクしてるとか、一つ前願っていたことが一個何か完成するみたいなね、やっと携われる、その上で新しいものが始まるんだって感じがするので、何を始めたいと思っているのか、ぜひ11月1日の新月の日に意図しておいてくださいね。そうなっていく感じがすごくします。はい、ということで今回ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。チャンネル登録もまだの方はぜひよろしくお願いします。ということでまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。